はい、今回は After Effects でこんな感じのパーティクルのアンダーラインの作り方をご紹介していきます。これから冬の季節になってくるとパーティクルの出番が増えてくるのですが、その中でもパーティクルのストローク、ラインアニメーションなんかもよく使います。今回はそんなパーティクルのラインアニメーションの基礎となる直線の作り方をご紹介していきます。まずコンポジションを作成します。新規コンポジション、カット、01としてフル HD の5秒のコンポジションを作成します。そして背景を配置します。レイヤー、新規、平面、BG01 として平面を配置します。次にテキストを配置します。文字を打ち込みます。センター配置しておきます。今回はちょっとリッチな感じで文字の間隔を広めにとっておきます。オルトキーを押しながら矢印キーで広げていきます。右ですね、今。こういった文字、間隔を広げれば広げるほどバランスが取るのが難しくなってくるのですが、空間を取った方がリッチな感じとなります。一旦こんな感じとしておきます。次に色を入れていきます。エフェクト、描画、4色グラデーションを設定します。グラデーションの4点を近づけておきます。そして一度すべて同じ色に設定します。こんな感じですね。ベータ塗りにしてから色をずらしていきます。少し暗くしたりして軽いグラデーションですね。調整します。こんな感じとしておきます。次にパーティクルを作っていきます。レイヤー、新規、平面でパーティクルの平面を作成します。パーティキュラー01として黒い平面ですね。そしてエフェクト、トラップコード、パーティキュラーを設定します。こんな感じですね。こちらのパーティキュラー、外部の有料のプラグインとなるのですが、これから年末にかけてクリスマスセールやら何やらで安く購入できるタイミングがあると思いますので、こういったパーティクルの表現を作っていきたい方は、そういった機会に買っておくといいと思います。動きを設定していきます。まず、ベースとなる動きを作っていきます。エミッター、ポジション。これをスタート位置、文字の左側に移動します。そして0秒でキーフレームを設定しておきます。もう少し右側で、この辺りですね。そして時間を進めて、右に移動。こんな感じですね。すると、こうアンダーラインの動きとなります。U でキーフレームの表示。もう少し左からスタートでもいいですね。こんな感じですね。もう少し早く設定しておきます。そして F9 で Ease。こんな感じですね。次にパーティクルの数を増やします。秒間今100個を3000。するとボリュームが増えます。
そして今、3000で、秒間3000で放出され続けているのですが、この動きが終着点に行ったときは放出を止めたいので、終点から10フレーム戻ったところまで3000で放出するキーフレームを打っておき、ゴールにたどり着くときには0にするというでキーフレームを表示させ直すとこんな感じですね。ここまで3000で放出され続けて、ここで0になると。すると、こんな感じですね。放出が止まります。次にこの放出された後のパーティクルそれぞれの動きを調整していきます。今この放出された後にそれぞれが広がっていく動きはこのベロシティですね。ここで勢いが設定されているのですが、まずベーシックな状態の100。そしてその次にランダムでランダム具合。こんな感じですね。均等に動くかランダムに動くか。ランダムは100にしておきます。次にディストリビューション。こんな感じですね。これマックスまで上げておきます。そしてベロシティフロムモーション。勢いで流れていく動きになるのですが、これは0に設定しておきます。このディストリビューションのところで上げていくと、この中心に集まったままの部分が設定できるんですね。こうすべて広がるんじゃなくて、中心に残っていると。こういった形にしておきます。こんな感じですね。線が残っています。次にパーティクルを設定していきます。パーティクルを開いて、まずパーティクルタイプ、スターに変更します。星ですね。そしてサイズを3、小さくします。先に雰囲気が分かりやすいように色を入れておきます。こんな感じですね。次にサイズオーバーライフ。これ生まれてから消えるまでの大きさの設定となります。プリセットから小さくなっていくと。すると、出現した状態の時が一番大きくて、時間が経過するとともに光の粒が小さくなっていくようになります。こんな感じですね。なので滑らかに消えていくと。そしてちょっと今寿命が長すぎるので、先にライフ。1秒。今3秒のところを1秒に設定しました。出現してから消えるまでの時間が1秒と。こんな感じですね。次にオパシティ、不透明度。まずベースを半分の50としておきます。透明の状態ですね、少し。そしてランダムを100。ばらつきですね、不透明度の。さらにキラキラさせていきます。オパシティオーバーライフ、時間の経過による明るさ。これをランダマイズさせます。ギザギザですね。すると、こんな感じでキラキラするようになります。
とパーティクルが細かすぎるので、ベースのサイズを5、7上げていきます。5ですね。こんな感じですね。そして最後に、この広がっていく動きですね。これをもう少し抑え込んでいきます。フィジックス、物理シミュレーションのエア、空気、その中にあるエアレジスタンス、空気抵抗ですね。抵抗を加えることでこの広がっていく動きを抑え込みます。上げていきます。こんな感じですね。こんな感じとなりました。少し速度を調整しておきます。動きを詰めておきます。もう少し抑え込んでおきます。レジスタンスを8。そして寿命が少し長い感じがするので、ライフを 0.7。こんな感じですね。これで基本的な動きができました。そして、このパーティキュラーのレイヤーをコントロール D で複製します。そして光量を上げていきます。描画モード加算。してそのままですとちょっと、ベタっと明るくなってしまうので、加算で重ねた方のパーティクルサイズを小さくします。半分の 2.5、2。こういった細かい感じですね。こういった細かくしたものを重ねることで、この真ん中のコアの光の部分ですね。そこだけが明るくなるような感じとなります。もともとのパーティクルがグローのような感じになるとも言えますね。こんな感じで光量を稼ぎます。これでパーティクルの動きは完成です。次に、オプティカルフレアで光を足していきます。レイヤー新規、平面でオプティカルフレアーズ01として平面を作成します。描画モード、加算でエフェクト、ビデオコーパイロット、オプティカルフレアーズを追加します。こんな感じですね。このフレアの位置をパーティキュラーの出現位置に合わせていきます。パーティキュラーを選択して U を押します。このポジションですね。ここにリンクさせます。オプティカルフレアーズ、レンズフレアの位置、ポジション XY をオルトキーを押しながらキーフレームを押します。エクスプレッションが入る状態ですね。U を押して、E をダブルクリックしてエクスプレッションを表示させます。EE。これですね。ここのリンクをパーティキュラーのポジションに設定します。すると、こんな感じとなります。このリンク設定は平面的な使い方の時にしか使えないのですが、こういった横の直線の時には簡単に設定することができます。そして光源の明るさ。スタート時はブライトネス、明るさ0。10コマ進めて100。そしてアニメーションが終わった時間では0。
10コマ戻ったところでは100。U でキーフレームを表示します。こんな感じですね。0、100、100、0。で、明るさが変わると。さらにフリッカーで光の揺らぎなんかも追加しておきます。速度40、アマウントも40。こんな感じですね。少しスケールでへちゃげておきます。フレア全体のアスペクトレシオ、横長に少ししておきます。さらにスケールを少し落とします。こんな感じですね。これでパーティクルのラインを作ることができました。せっかくなので少し文字も動かしておきます。まずこの光が入った時ですね。エフェクト、描画、CC ライトスイープで光らしておきます。ライトスイープのスタート位置を光源のスタート位置に合わせて、これもエクスプレッションでリンクさせておきます。センターのキーフレームをオルトキーを押しながらクリックして、エクスプレッション入力モード。これをまたセンターですね。パーティクルのポジションにリンクしておきます。すると、こんな感じですね。わかりにくいのでテキストだけソロ。この光源の位置に合わせて一緒に光が流れていくようになります。こんな感じですね。さらにアニメーター、不透明度で出現のアニメーションなんかも作っていきます。不透明度0。そして範囲セレクターで0秒の時に開始0。アニメーションが終了する時間で100。こう出現してくる感じですね。少し遅いので進めておきます。こんな感じですね。他にも、アニメーター1の中に追加、プロパティ、スケールなんかも足してみます。スケールを大きくします。順番に出てくるのも面白くないので、範囲セレクターのコード、順序ランダム化をオンにします。そして、詳細オプションのアンカーポイントの位置を文字の中央あたりに設定すると、こんな感じですね。ランダムに不透明度とスケールが変わりながら出現してくるといった感じとなります。これで完成です。こんな感じでパーティクルのアンダーラインを作ることができます。こういったパーティクルのラインのアニメーション、直線以外になってくると一般的には Wiggle でランダム化して使うことが多いのですが、思った動き、軌跡に制御しようとするとなってくるとちょっと難易度が上がってくるんですね。そういった部分はまたおいおいご紹介していこうと思います。今回は以上です。またお会いしましょう。